東京40マイル。これが台風の降り始めの時で、抹茶っちゃだったんですよ。ここまで復活できました。月刊芝生の雑学9月号収録ライブ。今日のメインテーマは、秋の芝生管理。健やかな老化に導く手入れと題していきたいと思います。本日のディスカッションですけれども、まず1番目として、秋の芝生の生理代謝。芝の生理代謝、真夏と何が変わるのかっていうことを話したいと思います。で、続いて、芝が枯れる、茶色くなるってつまりどういうことなのっていうのを植物生理学の観点で整理したいと思います。そして、近年ですね、去年も今年もそうだと思うんですけど、高温な秋、なんか秋だとは言うけど、いつも真夏みたいな暑さが続く。こういう時は、芝生の手入れ、芝生の管理、何を注意しなきゃいけないかっていうことについて皆さんでディスカッションしたいと思います。そして、最後ですね、いずれやってくるであろう気温が下がった時、どういうことを気をつけなきゃいけないか。つまり今日のテーマは、これから休眠までの間、芝生の手入れで、考えていかなきゃいけない基本的な、芝の生理代謝。秋の生理代謝。今ね、春夏秋冬がもうめちゃくちゃになってきてるんで、最近の気候だと芝ってどう動いてるのかなっていうのをイメージするのがとても大事になってきて、かつてのように何月は何をしたらいいではなくて、気温がこうで日照がこうでという気候条件その他を踏まえて、今の芝こっち動いてんだろうなーってイメージしながら、だとすると人間はこうしてあげなきゃいけないっていうこのコントロールを考えるっていうのが、これからの芝生の管理だというふうに僕は考えてまして、なのでこの考え方すごい大事だと思います。これ月間、芝生の雑学5月号の時ですね。ですから4月のライブの時、皆さんと共にやりましたけど、今どういう時期に差し掛かってんのかっていうと、一応この8月のところに点線入れてますけども、4、5、6と、この期間については成長を意識して、より大きなキャパシティを作りましょうっていうことでね、根の発根促進とかをガンガンやっとくといいですよと。逆に真夏になると、ちょっと過剰に消費が始まっちゃうんで、どちらかというと抑制を意識して管理しなきゃいけませんよっていうことを言いました。そして8月のもう2週目ぐらいからは、そろそろ貯蔵を意識したコントロールをしましょうねっていう話をしました。覚えてますでしょうかね。振り返りたいと思います。さあ、まず成長期ですね。おおむね5月から梅雨明けぐらいまで。これまでの、これ高麗芝を例えにして言ってますけども、分かりやすくするためにね、団地型芝全般にこうなんですけども、どうなってるかというと、まずどんどん成長する、芝刈りをすればするほど、どんどん密度が濃くなる、もうどんどん刈り込めって言ってる季節。これ何が起こってるかというと、太陽の光がむちゃくちゃ強いんですよね、6月に向けて。6月を挟んだ前後ってもう1年間で一番日照が強い。で、日の光ってただ当たってるか当たってないかだけじゃなくて、いろんなタイプの光がもう地上に届いていて、これらを感じて、芝はどんどん生理代謝、今は増やすときっていうこういうスイッチが入ってます。だから生産、光合成がとっても効率が良くて、で、消費、地上をどんどん葉っぱと茎を育てながらも、さらにその余力は地下に行く。で、だからこそ根がどんどん増えるということで、関東の気候でいうと5月から梅雨明けぐらいまで、東北とかだともうちょっと短い期間かもしれないですけど、この成長期にはどんどん刈り込めっていうのは刈れば刈るほど、もうどんどこ、芽数を増やすから、ここでやる。で、それだけやってもまだ余力があるんで、貯蔵の方というより地下成長に回すので、根がどんどん発達します。この根を育てることで、夏を越して秋を迎える時のキャパシティが決まるんで、まず成長期はこういう、代謝の状態になってます。生産、消費、貯蔵、この3つがどうなってるかを、その時々気候に応じてちゃんとイメージすることはとっても大事です。で、これが梅雨が明けて真夏になるということで、今の足元までがそうかと思うんですけど、どうなっちゃうかという前回ご説明しました。前々回か。ご説明しました通り、こうなってると。光合成で生産する以上に、これ、生育適温にドハマりで入って、その高温域入っちゃってるんで、過剰に消費しちゃいます。もうどんどんありったけ葉と茎を作ってしまうんですね。だから、ここで起爆剤となる窒素なんか入れると、もう光合成で稼ぐ以上に育ってしまうんで、どっから持ってくるかというと、
ここで足りない分は貯蔵を食い尽くしていくっていうことで、まあ、夏場は消費の状態に入ってくるんですね。なので、7月、8月、まあ、この期間っていうのは、いかにこう抑制するか、必要以上に育てないかっていう、抑える方のコントロールが大事になる。それはなぜかというと、根が衰退しちゃうからなんですね。せっかく6月までで作って、地下に余力を溜め込むためのキャパシティ作ってるんだけど、消費に回ってっちゃうと、ここで消耗が進んでしまうっていうことですね。まあ、これが真夏の状態です。さあ、そしてここからどうなるのかと。秋は、ちょっと様相が変わります、これ。真夏はこうだったけど、秋、こうなりますってこと。まず、光合成はちっちゃくなります。差し込む日自体が、まず、もう真夏とは違ってくる。6月とは明らかに違う。これを感じ取ると、植物たちは、老化っていうもののスイッチ入ってきます。だから、消費を小さくするっていう行動が起こるんですね。で、それはなぜかというと、光が弱ってるにもかかわらず、どんどん消費しちゃうと、自分の死を招くって分かってるわけですよ。だから、光が落ち込んでくると、まず消費を落とすってことが起こる。まあ、これを正常に言うと、老化って言います。ここで何が起こってるかというと、光が減ってきたときには、貯蔵を優先にするんですね。で、なぜかというと、命をつながなきゃいけないから。で、光が弱ってるということは、自分が不利な環境がどんどん進んでるという見地が進むんで、今を生きるより未来に託すの方にモードが切り替わります。これが今まさに足元で起こりつつあるところ。まあ、西さんがコメントで書いてるけど、芝刈りしてちょっとなんか雰囲気変わってきた。これすでに芝はもうこういう反応が始まってるってことですね。で、ここで着目してほしいのは、ただ消費を抑えて余らせるってことだけじゃなくて、ここなんですよ。貯蔵に回すのはもう一個あるってこと。葉っぱや茎からも老化によって貯蔵に回ります。つまり葉の要素分解っていうのが次第に起こっていくんですね。僕がいつも芝の葉は秋は極力長くって言ってる意味もきっと分かってくれると思うんです。別に長くしなくても芝は生きていくし、ずっと秋まで刈り込んでもいいんだけど、もったいないなーっていう話ね。芝だけじゃなくて植物生理学の、いろいろですね、専門書とかにはもう必ず書いてあります。こういうね、秋とかですね、この光が落ち込んだ時に起こる現象として、これ一般論ですね。まあ、芝も全く同じことが起こると。このメカニズムで言うと、例えば落葉樹とかね、落ち葉がいっぱい落ちるからって言って、先に枝切っちゃえって言って、葉っぱごと切っちゃうと何が起こるかというと、樹体が弱っちゃうんですよね。あれ、枯葉ってなんで作ってるかというと、葉っぱの成分を分解して、どんどん幹に吸収してるんですよ。で、吸収し終えて、もういらなくなると、パタンとこう切り離して落とすのが落葉。で、茶色くなるっていうのは、正常に茶色くなる植物っていうのは、みんなこの動きをしてます。だから、こう、夏に作って一生懸命作ってきた葉っぱとかから必要な成分を分解して体に蓄えて次に使おうっていう再利用をやってるんですね。まあ、つまりサーキュラーエコノミーみたいなことを彼ら自身の体でやってる。そうしないと植物生きていけないから、なぜならば自分で動けないんで、今ある状態から、必要なものを蓄えていくしかないんですね、植物ってね。だから、こういうメカニズムを持っています。これ、秋の代謝、すごい大事なところで、特に大事なのはこの消費が老化に回って、老化とはつまり何か、要素分解をして貯蔵に回す。この動きが起こります。じゃあ、そういうものって一体何でトリガーになって起こるんでしょうかっていうことで、まあ、ここ大事な観点ですね。非生物的ストレスっていうのがあります。非生物っていうのは、生物がやってきて虫食っちゃうとか、そういうののストレスもあるんだけど、そうじゃなくて、外的要因で何かがあったとき、植物というのは反応する。そういう力を持ってます。それはそうです。なぜかというと、植物逃げられないので、同じ場所にずっといなきゃいけないから、繁殖に、今生きることに、資源を使うか、もしくは今を切り抜けて次のチャンス狙うかっていうのを常に植物たちは判断しています。これを専門用語で非生物的ストレスと言います。どんなものがあるかっていうと、光、水、空気、栄養、温度、さらに毒物。
こういうものに絶えず植物は反応しています。まあ、それぞれ見ると、光は光の強度、あと光の質、そして波長の変化。それから水は土壌の吸着度と湿度ですね。まあ、吸着度っていうのは前、6月号でやったかな。6月号、7月号か。7月号でやりましたね。利用できる、水、それは土壌に吸着している水を使うんだと。これを PF メーターとか、テンシオメーターっていうこういう話をして、その吸着度っていうのがあって、それを絶えず植物っていうのは水を吸いやすいか吸いにくいかっていうのを検知してますね。それから空気は、石井先生がよく言ってる二酸化炭素をぶっ込んだらもっと回るんじゃないかって言ってるように、これら二酸化炭素と酸素がどのぐらいの濃度で自分たちが欲しいだけ取れるのか、もしくは何か危機的状況にあるのか、これも非生物的ストレス。そして、まあもう一つ、まあこれは皆さんよくわかってる栄養ですね。土壌の含量、これは例えばチストリン、カリウムなんていうのは結構ね、入れてあげないと足りなくなるんで、こういうものはあるないとか、あとはただあるだけじゃなくて、必要なだけ自分が利用できるかっていう利用効率も見ています。それに温度、あと毒物っていうのは例えば、有害なアルミニウムとかヒ素とかね、土の中に、混ざっているもので、生物的に非常に危機を与えるようなもの。まあこういうものも絶えず植物は検知をしていますってことなんですね。で、これらを受けたとき、身を守る方向に代謝を切り替えるか、もしくは今まで通り普通に平穏に暮らすか。これを常々スイッチが入るような仕組みを持っていると。で、今この秋ですね、秋というものの9月って言ってるけど、全然9月じゃないよね、温度はね。全くもって温度については、違いますね。これ、昨年の事例、昨年すごく暑い秋だったんで、あえて持ってきました。これ、気象庁のホームページから持ってきたグラフですけど、僕が住んでる千葉県のですね、まあ、温度なんですけども、この緑と緑の間が、団地型芝の生育適温域ですね。で、ここのグラフ自体は月別の平均値、その月の最高気温、1日の最高気温の平均値と最低気温の平均値と、その真ん中を取った本当の平均が黒のグラフなんですけど、かつては9月に入るともう、落ち込んでくるって言われてたけど、そんなことないですね、今見るとね。真夏のまま、団地型芝がガンガン育つ状態の温度は、10月ぐらいまで続くってことですね。だから9月いっぱいぐらいは生育温度にあると。で、かつこの下のブルーラインは、これは貯蔵が固定化される限界域です。でんぷんはですね、温度10度以下になると活用できなくなる。活用というのは、まあ以前も言いましたけど、酸素呼吸をして、これをエネルギーに転換して、いろいろな活動をしていくためのエネルギー源として活用する。その限界温度が10度なんですね。だから、この10度下回ると休眠するっていうのはそういうことで、活動ができなくなると。ということで、今言ったのはこの温度っていう意味ではまだ真夏ですよねっていうことが言いたいんですよ、この時期。一応ご参考までに、これも気象庁に出てるですね、異常気象の観測データっていうものがあって、過去統計に対して今年は今どのぐらいに推移してるかということで、赤い部分っていうのは、過去平均よりも高いってことを表しています。まあ今年も、僕が住んでる東日本ですね、プラス3度以上、4度、3度か4度ぐらい、平均の、いわゆる標準的な日本の気候よりも高い温度で推移してます。まあこれがいわゆる温暖化でしょうね。面白いのもっと北日本になるともっと差が広がってるってことで、おそらく東北とかですね、東北、北海道の方が、この、まあ過去統計に比べて高い温度域で推移してると。まあこういう傾向なんでしょうね。これだから J リーグピッチとか大変なんですよ、きっとね。だけど、まあ何が言いたいかというと、今年の統計見ても、情報推移で動いてるんで、おそらく昨年のこういったような、流れになるでしょう。今年も暑い秋がやってくるということです。はい、ここまでで温度は、まだ真夏ですよって話ですね。はい、非生物的ストレスで言うと。でもなんですよ。光、強度、光質、波長。これは実は変わんないっていうか、秋は秋なんですよ。で、今もさっきトイレ行ったらね、窓から聞こえてきます。スズムシ鳴いてんですね。スズムシ真夏鳴きませんから。だからどんなに暑くても夜気温下がんなくても、
虫たちは光を感じて、もう秋が来たって言って、そこで繁殖してるわけですよ。ああやって鳴いてね、ちゃんと伴侶を見つけて、で、まあ、また次に命をつないでいくってことをするわけなんですけど、ということで、光ですね。これはもう秋です。間違いなく秋です。今すでに秋です。光って何なのかっていうことで言うと、高度光質波長って言いますけど、これ6月の太陽ですね。日が傾くとどんどん、まあ、よくある朝日夕日って赤いじゃないですか。だからこれ結局、大気圏を通ってくるその厚みの違いですよね。真上から来るのが一番最短距離で来るんで、まあいろんな光が直接降りてくる。だけど、角度がつけばつくほど、その途中でいろんなものに遮られて届く光が波長の長いものがだんだん増えてくるってことですね。まあ赤い光の方が波長が長くて、青い光の方が波長が短いと。まあそういうことで、まあ、電波でも何でもそうですけど、何ギガとかいうね、ああいう周波数帯って、建物があるといきなり塞がれちゃったりするけど、超波とかね、ああいう長い大きな何十メーターもある波長のものって、そういった物理的な遮るものにあまり影響を受けないっていう。まあ、光も同じで、光の中にも長い光と短い光があると。周波数がですね。まあ、そういうことで、明らかに、気温はもしかしたら6月、7月、8月とあんまり変わんないかもしれないけど、光はもう変わってますよと。だから、植物たちはもう秋モードに入っています。これが外的な、非生物的ストレス。もう一回言うと、温度は真夏だけど、光は確実に秋です。で、それが証拠に皆さんの身の回りにいる虫たちは、もう後退してますよね。秋の虫が鳴いています。ということで、まあ、近年の気をつけなきゃいけない点は、芝はもう秋を感じているにもかかわらず、この状態に入っているにもかかわらず、高温が続くってことですね。ここをすごい気をつけなきゃいけないのが近年の秋です。はい。じゃあ、そこでってことで、まあこれ知ってる人にとってはちょっとつまんない話かもしれないけど、いわゆる植物生理学のもう基本中の基本になります。植物が枯れる。まあ、芝が枯れるっていうことについて、ちょっと見ていきましょう。はい。芝が枯れる。壊死。物理的または化学的損傷、あるいは他の外的物質によって引き起こされる組織の予期しない死と定義されています。これは植物生理学の本の方で、書かれている定義ですね。左側、これうちのセントオーガスチングラス、ラージパッチで死んじゃった時ですね。これもまさに、他の外的物質によってっていう、病原体が来て殺されちゃったってやつですね。これ別に本人が望んでんじゃなくて、枯れちゃったってやつです。あと、右側は、よくある歯が悪い芝刈り機で刈ると、表面真っ白になっちゃうじゃないですか。これ、壊死です。壊死。何のメリットもない、ダメージしかない枯れ方。ね、枯れるっていうとこういうものですね。でもね、秋に芝が茶色くなるのってこうじゃないじゃんっていう話なんですよ。もう一つあるんです、枯れ方が。それが老化ってやつですね。古い組織や損傷した組織を壊すため、あるいは将来の発生のために、遺伝的にプログラムされた細胞子、自ら枯らすって、その枯らすんじゃないんです。さっき言った通り、分解するってこと。芝が枯れるっていうのには2つあると。壊死と老化がありますってことなんです。壊死っていうのはもう本当に外部的要因で殺されちゃうやつ。老化っていうのは自らが未来のためにそうするってこと。これ大きな違いなんですね。で、秋の団地型芝の管理は、壊死させずに健やかな老化を促すこと。どうやってこの老化させるかっていうのが芝生の管理になります。とっても大事な。要は芝が本来やりたいように枯れさせてあげる。これがとっても大事なことになります。はい。じゃあ、老化によって得られるものって何でしょうかっていうことなんです。もう皆さんよく知ってる、今日も食べたんじゃないですか、お米。お米って収穫の時、葉とか茎が全部黄色くなって黄金になるじゃないですか。麦もそうだよね。あれ何やってんのかというと、子孫。この種なんですね、これね。お米ってね。で、稲っていうのは一年生なんで、次の年まで生きらんないんですよ。
だから1年間一生懸命過ごして何のためかというと、次の子孫を残すために彼らは存在していて、最後の最後、おい、お前に託したって言って、全体がもう枯れていくんですね。で、枯れた結果、ここに全てが凝縮されて、次の命につなげると。まあ、それを人間が食べちゃうんだけど、それが米です。で、これ、だから今、稲とか育てるときには、最後にはね、水を減らして、最終的には、枯らすというより、自然に枯れるように促してあげる。そうすると、いいお米が出来上がると。ね。これが老化なんですよ。プログラム死ってやつですね。これ何のためかというと、まさに子孫を残すため、次につなげるためにやる生理代謝なんですね。枯れてるんだけど、壊死じゃないんです。これは老化なんです。で、老化というのは、必要だからやってることなんですね。次のために。じゃあ、どういうものが分解されて回収されるのかというと、ドーンってこんな感じ。窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、硫黄などって言ってるけど、まあ、これちょっとピンとくる人は来るかと思うんですけど、これに、炭素、水素、酸素がくっつくと、主要の、まあ、要は必須17元素のうちの、多量要素ですね、になるんですけど、その中で、窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、硫黄っていうのは結構量が必要な割に、自然界には足りなくなりがち。例えば土には限りがあるんで、どんどん繁殖して芝刈りしたり、いろいろやっていくとなくなっていっちゃうから人間が与えなきゃいけない。で、逆に自然界吸収に限りがあるものを優先してるから、一番多く必要な炭素とか、あと水素、酸素。これはもうそこら中にあるんで、再生利用なんかしなくても欲しいとき新品導入すりゃいいわけですよね。気候開けりゃ取り込めるから。だからこれ再利用しないんです、ほとんど。だけど、自らが取り込めないもの、あるとは限らないものは、この老化によって要素分解して貯蔵に回すと。こういうことになります。だから、芝の葉っぱが茶色くなるのは、ただ枯れてるんじゃなくて、あれ分解されてんですね。はい。ということです。その分解は何のためってだ、次の子孫のためと。まあ、これをまず秋の生理代謝では理解しましょうと、今言ったことを理解しておけば、秋の生理代謝はもうこれで大丈夫。芝も一緒です。麦とも一緒です。米とも一緒。ということで、これ大事です。秋の芝生管理は、壊死じゃなく老化を促す。で、この老化さえちゃんとさせてあげれば、次の命につながると。で、まあなんか面白い話でね、その分解の過程で、一番タンパク質含んでるの葉っぱの中で一番多いのは葉緑体で、この葉緑体分解するときアミノ酸が大量に放出されるから、ぎゅーっとそれが回収されていくらしいんですね。で、去年青木さんのご指導で僕アミノ酸使ってみましたけど、なるほど。だからもともとアミノ酸吸収する体制になってるんで、そこに葉面散布してやると、葉から吸収するっていうのは相当秋っていいんだろうなっていうのが、まあ僕のこの1年間での気づきですね。なるほどと。そもそもアミノ酸吸収してるんだってこと。ティフトンの場合って、今回うちのところなんかそうなんだけど、まず細くなって、その後、細くって針みたいになって、で、枯れるっていうか、今回壊死なのか、もしかしてもう一回戻してるのか、でも、どっちなのかなと思って、状態っていうか、先ほど写真で見せた状態って。そうそうそう、もう見たとき思ったんだけど、水枯れも、水枯れも、非生物的ストレスなわけですよ。さっき水ってあったでしょ？うん。で、緊急時どうするのって言ったら、やっぱり回収するのよ。次に廃棄するために。だからそれが人間から見ると枯れたって見えるわけ。だから水枯れって、ね、なんかイギリスとかでもよく真夏にもう抹茶茶になっちゃったみたいなニュースになったり、なんか出てるけど、あれ、芝の防御反応なわけですよね。このまんまいても、もうただ枯れゆくだけだから大変だっつって回収しだすわけ。俺も回収してんだろうなっていうふうに感じてたんですよ。なぜかっていうと、すぐ復活するから。そうでしょ。で、その復活するための力を残さなきゃいけないから、そうなんです。ただ枯れちゃうと、枯れるっていうか、ただ壊死しちゃうと、また費やさなきゃいけないですよね。ただでさえ辛いのに、
どっかから持ってきて生成してって始まると、そこでエネルギー使っちゃうわけで、で、そのエネルギー使うときに、まあ、それこそ木村正一さん言ってた水を大量に必要とするっていうのが、もうできないじゃん、水が足りないときに。うん。だから、ああ、やばいと、これはもう生きていくの大変だっつったら、慌てて分解して回収しちゃうんですね。コア内もそうなんだけど、コア内って考えのままで半年もずーっと戻ってるって言い方おかしいんですけど、戻した状態で何にもしなくても、水さえ何にもしなくてもすぐ復活するんですよ。だから、あ、これ戻してんだなっていう、今の話を聞いてっていうか、今、マリさんの話聞いて、これかなって今思ったっていうか、まあ、勉強させていただいたというか、すごく感じた。うん、だからね、植物は面白いんですよ。だからこんなさ、もうずーっと生き続けてるわけですよ。だって自然界で生きてるんだもん。何があっても。そう。うん、だからこの力を持ってるっていうことで、石井先生おっしゃる通り、これは絵師なのか、それとも老化なのか、要は回収なのか、そこは本当ね、よくそこを見なきゃいけないですよね。うん、だから例えば頭髪でこういなくなっちゃうとかってのは、あれ、もう絵師、もう活動ができなくなっちゃうとか、あと芝刈りで変な形で買っちゃったりとか、軸刈りとかって、ああいうのってもう全然回収できないから、どんどん足りなくなっちゃうんだけど、いわゆるそういう非生物的ストレスを受けて、それに反応した時っていうのは防御反応として、もうこれは無理だと思ったら回収に走る。最後はね。だからなんか枯れてることは悪いことかっていうと、多年生の植物の場合は悪いことじゃない。だけど一年生の植物は枯れちゃうと、もうそれで終わっちゃうから。要は種を介してしか次に継げないタイプのお米みたいなね、稲とかは。だから稲が途中で穂をつけずに枯れちゃったら大変なわけですよね。もう終わりだからね。だけど、僕らが扱っている団地型芝で特に匍匐系持ってるようなクリーピングタイプの、芝たちっていうのは多年生なんで、常に未来につなぐエネルギー、未来につなぐ能力と今を生きる能力切り替えながら生きてるんで、だから本格的にやばくなると、表面が枯れるっていうのはまだ根っこは枯れてないってことですね。で、その次に再起するために一回分解して使える状態にして蓄えておいて、チャンスが来たらもう一回復活するっていうね。そう。ということなんです。で、ついでに今、ティフトンの話が出たんで、僕は去年感動したこと。高麗芝って、じわ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 、要は日本の気候に適合した芝なんで、秋が来ても、なんとなく徐々に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 落ちてって。ね。で、なんか、キレが悪い形で、あ、そういえばなんか年越したらもうさすがに全部茶色になったな、みたいな。だティフトンって、ずーっと緑で、緑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 で、1週間後に行ったら全部茶色みたいなね。ズドーンと落ちるでしょ。あれやっぱ改良されてるから、瞬発力重視で、で、いなくなるときももう一気に分解しちゃうんだよね。だから分解回収するから、ああやってオーバーシードやっても何やっても、春また生えてくるっていうのは回収力が高いんでしょうね、きっとね。で、あと、ティフトンの場合は、やっぱりなんていう、交配できないように作られてるじゃない。染色体が3倍体かなんかで、奇数なんですよね。で、自然種っていうのは偶数になってるから、そこら辺飛んでるものとこう、バチッとこう、まあ、交配して新しい種類が出来上がるっていうのがあるんだけど、あれは人間が作った種類なんで、染色体数が奇数になってる。だから自然交配できないんで、結局、匍匐で生きていくしかないんですよ。だから、その中で、こう、生きていくためには、いち早く回収して、蓄えて、またチャンス狙うっていうね。本当に去年感動したのは、もう本当は、パッと見て、いやー、すごい、ティフトンって秋になってもずっと青いなーって、いつ落ちるんだろうと思ってたら、バーンってみんな落ちたから、本当びっくりしたの。なんか枯れたか、誰か除草剤撒いたんじゃないかと思うぐらい。それだけね、あれなんですよ、生存力強いってことですね。環境がいい限り生き続け、ちょっと悪くなって分が悪いとすぐに引くっていう。だから多分水ストレスも、まあ、僕も、僕はそこまでね、石井先生のとこみたいに茶色にはなってないけど、でも、やっぱり水不足になるとすぐ茶色くなるっていうのも、その能力だと思うんですね。だから一回引き上げて分解して、またチャンス来たらすぐに復活するみたいなね。うん。やっぱり人間が作った種類ってすごいな。だから、まあ僕はまだ知らないけど、タホマなんかもきっともっとそれが
60年の時を経て、今の技術で作られた芝なんで、きっとすごい能力持ってんじゃないのかなと思うんですけどね。ただ、この話合ってるかどうかわかんないです。専門書に書いてあるわけじゃないしね、芝生の本、最近のことは書いてないし、結構休眠のことって概略しか書いてなかったりして、どちらかというと、植物生理学の方ではこれすごい大事な基礎として、むちゃくちゃ詳しく書いてあるんだけど、芝生の分野でないんですよ。探したけど、書いてない。うん、休眠とはしか書いてないのね。だから、まあ、ということで、そう、ティフトンってすごいんじゃないかって僕は思います。水が切れた瞬間に伸びなくなって、そのままずーっと、なんかこう、スタンディングポーズというか、ずーっとなんか待ってるんですよ。水が入った瞬間にバーンって伸びるから、すげえ、だから8月は変な話、ガソリン代全然つかなかった。なるほど。もう全然、いつもは C56 ってすごいガソリン代使うんですけど、ガソリンがいつも40リッターか50リッター使うんですけど、5リッター使ってない。雨が2回しか降ってないから。すごいね。ほとんどない状態だ。しかも砂ベースの土壌で。はい。で、子供たちは乗りたくしょうがないけど、ないから乗れない。なるほど。芝刈り機に。ああ、動かないから、伸びてもないし。伸びてもない。いや、だからね、多分ね、ティフトンってほら、代謝むちゃくちゃ早いじゃない。はいはい。だから回転がもう、なんていうの例えば高麗芝1回転する間に、もう5回転、6回転回る。だから回復力も強いんだけど、燃費が悪いわけじゃん。で、ここで水が止まっちゃうってことは、その代謝も止まっちゃうんだよね。で、あまりに止まると今度、枯れゆくからその前に分解する。だから茶色くなるっていうのが、もしかしたらそうかもしれないですね。で、これ、今月末ね、ティフトンに最も詳しい佐野忍さんのところに僕らは挨拶に行ってくるんで、この話むちゃくちゃしたいんですよ。聞きたいの。佐野さんに聞いてみたいの。やっぱりティフトンと言ったら佐野さんだから。そうそう。だからさ、自分で育ててみて、危機を味わうと、感動することがいっぱいあるのね。まあ多分知識なかった時はただ枯れちゃったとかね、そう思ってたんだろうけど、全然違って、もうむちゃくちゃ感動したのよ、去年の秋。まあ石井先生のおかげだけどね、植えてくれたからね。まあまあ、そういうことで、こういう観点で、いわゆる植物生理学では当然なんだけど、芝生では意外とそういうこと言われてないものをちゃんと理解していくと、もっともっと多分ね、管理のあり方とか、あと焦んなくていい時もあるし、焦んなきゃいけない場合もあるだろうし、まあ、石井先生のケースは、夏休み中だったっていうのもちょっと良かったんかもしれないですね。これ、普通に、例えばマラソン大会前に雨がずっと降らなかったって言ったら、もうズタズタで多分もういなくなっちゃうと思うんだけど、多重に過剰なストレスがかかっちゃダメなんだけど、こう、自然体で置いてある状態で何かが足りないっていう、こう、非生物的ストレス受けると、まず防御反応が働いて、そこでちゃんと次のために命をつなぐというプログラムが作動するっていうのが、まあ、いわゆる植物の生態だと。まあ、そんなことです。塚本さんだ。ただいま帰宅しました。今日は実習生のたちの集まり、パーティーに参加してきました。授業になんとか間に合いました。授業来てくれました。授業っていうか、もう一流プロじゃないですか、もう。やっぱ塚本さんやってる芝っていうのはね、やっぱりこう、育てて出荷するってこういうサイクルだから、これまた違った分野なんだと思うんですよね。キーパーさんたちとも違うし、僕ら利用者とも違う、命をこう増やしていく側のことむちゃくちゃ精通してるんでね、こういろんな立場の人が集まるとまた新たな知見が出てね、面白いかと思うんですけどね。西さん、ロボット芝刈り機で秋も、毎日芝刈りしているのは、良いのか悪いのか、刈り止めの時期が難しいですね。特にロボットは。芝が生きてる限りは、どうでもいいって言えばいいんですよね。まあ、要は次の年ちゃんと生えてくればいいんで、それ以上いくら溜め込んだところで、だから、これも難しい話でね、例えば今日僕がこんなこと言うから、秋は芝刈りしてはいけないって言い出す人が必ず出てくるわけ。そう言ったじゃないですか、みたいなね。だけど、その生理代謝を理解して、あとはこう余力をどう残すかっていうのが人間の管理なんで、で、秋だって見栄えは良くしたいだろうし、まあ今みたいにこう暑いと、生理代謝は秋モードに入ってるけど、でも徒長はするんだよね。だから見栄え汚くなるわけ。だから、いつまでも綺麗にしたければ芝刈りすることは別に悪くはないと思うんですよ。ただ、来年に向けた貯蔵っていう観点では、
まあ芝刈りってあんまりやんない方が来年にとってはいいだろうなっていうぐらいのもので、まあそれだってね、害虫がいっぱい出るようなお庭だったら、芝刈りどんどんやっとかないと、いろいろね、卵かいちゃったりとかいろいろあるし、だから本当ケースバイケースなんで、何がいいかっていうことは、それぞれが考えるってことで。で、ロボットずっと動かしてることでいいこともあるわけで。やっぱり秋に向けて、まあ、穂刈りというか花刈りができるしね。穂がつかないっていう、まあメリットもあるし、まあなので、まあそれこそ、いろいろなことをちゃんと正しく知った上でどうするのがいいかは、それぞれの環境とそれぞれの芝の状態で考えるということで、ただ一つ、生理代謝の観点ではこうだよっていうのは知っておいた方がいいですよっていう話ですね。太一さん、水枯れした芝に水を与えると元に戻りますが、色は戻らないのはなぜなんでしょうか。それは胃管束がやられちゃうからです。で、いろいろな養分とかそういうものを運ぶバイパスになってるんで、そいつがやられちゃうともう戻んなくなっちゃう。だからあとはもう枯れゆくの待って、次が出てくるの待つしかないってことがあります。だから逆に言うと水枯れまでしないで、その手前で政府であれば、そういう重要な器官が壊れてなければ、水あげれば元に戻るってことあるし、極度にやっちゃうと、もう器官が壊れちゃってるから、戻れない。一旦水は入るけど、ただ今あるものが膨張してるだけで、本来の機能は取り戻せてないってことで、だからやっぱり水を切らしちゃダメだよってのはそういうことですね。まあロスですよ。つまりは次作らないといけない。あとは、細胞は完全に元に戻らないかって太一さん言ってるけど、細胞自体は、膨らんだり、膨らんだりですね、しぼんだりしてるんですね。結局、カリウムが何の役をやってるかっていうと、その浸透圧のコントロールをやってるんで、普段から膨らんだりしぼんだりしてるんですよ。大元のその成長、窒素を入れたりすると膨張するっていうのはあるけど、それ以外に水が多い少ない、あと濃度の違いで膨らんだりしぼんだりしてると。だけど、濃度障害ってよくあるように、あまりにもそのしぼみが大きすぎたりすると破壊されちゃうんで、もう戻れなくなるとかね。まあ、そういう感じです。万太郎さん、最近バラも育て始めて、冬に葉を落とす前に、枝に戻すか、秋は健やかにってよく言われるんで、芝生と一緒だなと思ってます。そうなんです。だからね、落葉する植物は落葉するまで待ってあげた方が、樹体の勢力は良くなるっていうことで、それは今回の老化のメカニズムですね。あれ、落ち葉になるっていうのも、あれを老化を促進してるんで、自らやりたくてやってることなんで、まあ本当は最後まで見てあげると。ミニーさんか。大志さん、それ私も経験あります。水枯れを繰り返したり、豆柴が色が悪くなりました。一度やっちゃうとなかなか治んないですよ。はい。まあ治んないっていうより、だから次の個体に変わんないと、そこはもう回復できないんですよ。何しろ死んじゃってる細胞なんで、もともとあった細胞が自分でプログラム紙で、空洞になって周りの細胞壁だけがつながってるってこういう組織なんで、そこは柔軟性がないんです。人間で言うと筋肉は鍛えられるけど骨鍛えられないと一緒ですね。まあ僕は腰壊したんで言いますけど。で、高麗芝でもヒロハタイプの、水枯れは本当に色が戻らないですね。まあ、広いか狭いかというよりは、その茎から葉に行くまでの経路の問題だと思うんですけどね。まあ、このように、皆さん自分でいろいろやってる人たちなんで、こういう知見が集まると、また新しい気づきがきっとね、生まれてくんじゃないかなと思います。はい、コメントは以上ですけど。まあ、ちょうど西さんのコメントを見てて、まあ確かに仮止めの時期が難しいっていうのは、まあ今、マイルさんがおっしゃった通り、もうそこそこで確かに、状況違うんで、一概に言えないんですけど、でも、毎年私も悩みますね。借高をどんどん上げてって、最終的にはそのまんま休眠させてやるっていう感じで考えてはいるんですけど、まあ去年はそれがうまくいって、今年すごく、うちの芝生に関してはまあ良かったなと。ちょっとロボット扱ってるものとしては、この辺うまく説明できたらいいなと思いながらコメント読んでました。多分ね、面積はすごく大きな影響を受けると思うんですよね。ロボットを動かして、結局、休眠に入ってるとき、等圧あんまかけたくないわけですよ、本当は。そうなんです、そうなんです。だけど、面積狭いところにロボットがもう何度も同じとこ通っちゃうと、やっぱり良くない影響もあるかと思うんで、まあ狭いとこ、もしやるにしても、だんだん頻度を落とすとか、稼働時間を落とすとかで、要は代謝が落ちて回復力を弱ってる状態なんで、
まず頻度を落とすっていうのは、絶対やるべきじゃないかなって。秋はね。だから毎日毎日稼働させてたなら、1日おきにする、最終的には週3回にするとかって。伸びの速度も変わるんで。つまりは、すべては芝を基準に、芝の代謝に合わせて、ペースを決めてあげればいいと。で、逆に言うと、もう代謝が終わっちゃった休眠中なんて、ほとんど何やっても、本来的には大丈夫なんで、最強の状態で待機してて、もう固定されてるから。で、例えばですけど、僕のっていうか、斉藤さんがね、ロボットを設置して置いておいてくれてる秘密基地は、冬の間中、毎日ずっと買ってました。何をって言ったら、冬雑草。だからずっと稼働してたけど、春になったらああなって、今芝生になってるわけですよ。だから何がいけないかというよりは、自分の庭の芝の代謝をちゃんと考えて、そのペースに合わせてあげる。それさえ合ってれば、稼働してるかしてないかはあんまり重要ではないかなって気がしますけど、ただ狭い土地で毎日動かしたら、それはもう芝かわいそうだよね。だからちょっと違う観点ですね。刈り込みのっていうよりは、ストレスっていう観点かな。ストレス上げすぎると芝衰退しちゃうから。そうですね。等圧のストレスが一番怖いですね。だからこういうのもね、こういう対話型だとこうやってちゃんと前提を共有しながら会話できるんだけど、例えば一般公開の Q&A とかでこれ答えちゃうと、いろんな捉え方があるんで、いや、そのケースは違うよみたいなのあるから、これ難しいですね。なかなかね。でも本当よく聞かれるんじゃないかなって、ロボット芝刈り機はいつまで動かせばいいですかっていう。一つはだから代謝に合わせてくださいっていうのが答えのような気がしますけどね。ペースが落ちてるなら落としてあげてくださいって、かわいそうですよってあんまりガンガンやっちゃう。ということで、次に進んじゃっていいですかね。大丈夫ですかここまで。いいですか?OK です。でも、ゆめのちゃんさ、そうやって OK ってやってもさ、それ、あれだからね、録画画面では何にも映んないから、見えてないからね。そう、音声入れないと画面パンって出ない。そうですよね。失礼しました。そうなんですよ。いないことになっちゃうからね。かしこまりなるべくみんな声出してくださいね。はい。はい、じゃあ続きいきます。東京40マイル。雑学は知らなくてもいいけど、知っていたらあなたの芝生作りがもっと楽しくなる。チャンネル登録お願いします。メンバーシップではさらに僕の学びの現場の裏情報も共有しています。